皆さんこんにちは、書道家の上平大我です。今回の動画は文字の外形を捉えようというテーマでお話をしていきたいと思います。文字の外形って何だろうという方が多いかと思いますので、簡単に説明しますと、文字の大枠の形ということになります。今回はですね、1から7番7つの外形を皆様にお伝えしていきたいと思いますので、それぞれのパターンの特徴をつかんでいただき、そして練習の参考にしていただければと思います。もちろん今まで練習していない文字に応用を聞かせるということもできますので、この7つのパターンぜひ覚えてみてください。それでは早速参りましょう。今回使っていくのはこちらの美文字筆ペン極細を使っていきます。まず1つ目、正方形に組む漢字の解説をしていきたいと思います。過去私の動画で正方形は NG ですよとお伝えしている動画がありますが、それに関して言いますと、末広がりに書く文字に関して正方形に組むのは NG ですよというお話になります。今回は外形のお話になりますので、もちろん正方形に組めば美しくなる文字というものもありますので、そのあたりを認識いただきながらご覧いただければと思います。まずはこの国構えですね。国構えの文字、こういったものは四角に組みますので、ここはしっかりとですね、正方形を意識していきましょう。それからこれは意外と思われるかもしれませんが、何という字になります。これに関してどのように四角形の文字を意識すればいいのかというところなんですけれども、目立たせる箇所のない文字、漢字、これを正方形に組みましょうという形になってきます。もちろん国構えと違って少しずつ目立たせる線というものも必要にはなってきますが、とは言いつつも突出して目立たせる箇所がないよっていうところ、そういった部分を判断材料にしていただければと思います。とはいえご自身で判断するのは難しい、そのような状況も非常にわかります。そのような場合はまず7つですね、少し手間はかかりますが当てはめてみて、どれがいいのかというところをしっかり判断をしてみてください。これはどうですかなどコメント欄で質問いただければ、今回お伝えする7つに関してお答えしていきたいと思いますので、質問もください。続きまして2つ目は長方形横バージョンでございます。横長に書く文字ですね。こちらに関しても先ほどの正方形と同様に突出して目立たせる箇所のない文字で、かつ横に広がる文字ということで、この形を組んでいきます。実際にですね、この形を組むときには四角のマス目の中心に横長に書く、そのようなイメージで書いてあげると文章を書くときにもバランスよく書けますので、ぜひ試してみてください。マス目の上よりに長方形、下よりに長方形ではなくて、あくまでも中心にしっかりとですね、この長方形を書いてあげる、それを覚えておいてください。練習をする上ではマス目を使って横長に線を1本2本と引いてあげて、そして書くとですね、練習しやすくなりますのでやってあげましょう。3番目は長方形の縦バージョンでございます。これに関しても1番2番と同様に突出して目立たせる線がない文字かつ縦長のもの、これらを長方形に当てはめてあげると美しくなりますよ、そのような法則となっております。長方形に当てはめる文字というのはですね、今回糸と弓という形で例題を挙げさせていただいておりますが、他にもですねいろいろありますので、ぜひですね試してみてください。練習方法といたしましては、先ほどの長方形横バージョンと同じくですね、マス目ノートの中心縦2つ線を引いて、そこに当てはめていくといいかと思われます。ぜひ練習としてやってみてください。続きまして三角形です。三角形とか末広がりとか、この辺りに関しては普段よく伝えさせていただいていると思います。漢字は基本的には末広がりに書くというところがベースとなってきます。このように書いていけばですね、かっこよく書ける漢字というのが最もパターンが多いので、そのようにやっていきましょう。そんな中で、では三角形どうやって判別するのかというところですが、基本的に左払い右払いがある文字は三角形に書いていきましょうねというところ、こちらが判断軸になります。それから左払い右払いだけではなくて、上とかあとは土とかですね、一本線下に長くなる文字も三角形に組んであげるということを意識して、上の線の長さを調整してあげましょう。そうすることによって美しく文字をかっこよく見せることができます。ぜひ試してみてください。続きまして5つ目です。5つ目は逆三角形です。先ほどとは逆にですね、上に目立たせる線がある漢字、こちらを見つけた場合は逆三角形に組んでいく、これを意識して書いていきましょう。
今回は下という字と1という字を書いています。逆三角形に組む文字というものは先ほどの三角形に組む文字と同様に長く目立たせる線、こちらをいかにして長くするか、そして長く見せるかというところが非常に重要になってきます。長く見せるためには他の線の長さを調整して余白をしっかりと作る必要があります。がむしゃらに線を長くするのではなくて、長く見せて書くということを意識して練習していきましょう。お手本を見る際にもお手本がどのようなバランスになっているのか分析をしてから練習につなげていくと、練習の密度がアップしてより効率的に、そして早く文字の上達につながりますので、ぜひとも試してみてください。続きまして6個目、ひし形になります。ここまで来るともうコツがつかめてきたのではないでしょうか。こちらに関して言いますと、真ん中に長く見せたい線、見せなければいけない線、これが来た時にひし形に組みましょうねというお話になります。今回は寺という字と子供の子という字を書いておりますが、他にもですね、例えば幸せとか、そういった文字もですね、真ん中に線が来ると思います。こういった文字に対してですね、しっかりとその線を目立たせてあげる、そのためには短くする、これをですね、もうしっかりと意識していきましょう。先ほどの4番目5番目と法則としては同じになります。余白を生かして長く見せる、これを意識しながら練習をしてみてください。おさらいです。目立たせる線のある4、5、6、三角形、逆三角形、ひし形におきましては、線を長く描くことはもちろん大切ですが、長く見せるためにその周囲の線の長さを調整するということをしっかり意識しておきましょう。そして最後に7番目、円形に組む漢字となります。この漢字に関しましては、それぞれ目立つ箇所がですね、ポイントでありますよというところになります。今回は英字八法でおなじみの A という字を書いております。この字に関してもそれぞれですね、周囲の端の部分を結んでいくと、四角形でもなければ三角形でもなく、そしてひし形でもなければ逆三角形でもない、そのような字形となっております。外形として円形という形で今回ご紹介させていただきたいと思います。それぞれパーツですね、返しを練習するにあたって非常に重要なポイントがありますので、この外形を捉えるとは別途ですね、この漢字をしっかりと練習していただいて、返しの基本をつかんでいただくというところも大切なのかなと思いますので、ぜひとも練習をしてみてください。最後の円形に関しましては、1から6までの外形、これらに当てはめてみて、当てはまるもの、しっくりくるものがないなと思った場合に、この7番で当てはめてみるといいかと思います。というわけでまとめに入りたいと思います。今回は文字の外形を捉えようというテーマでお話をさせていただきましたが、いかがでしたでしょうか。1から7番までの7つのパターンを紹介させていただきましたが、それぞれ練習するときに意識していただいて、自分自身の文字がどうなっているのか、お手本の文字がどうなっているのか、まずはしっかりと把握していきましょう。そして把握をした上で手を動かして練習をする、そしてまた把握をする、これらを繰り返していただくことによって、今まで練習をしていなかった文字に対しても、これはきっとこのパターンに当てはめたら綺麗に見えるなっていうところがつかめてきますので、ぜひその感覚的にできるようになるまで練習を続けてみてください。というわけで今回は以上になります。この動画良かったと思ったらチャンネル登録、高評価、そしてコメントいただけますと非常に嬉しいです。また次回の動画でお会いしましょう。さようなら。